有限会社アイテックインターナショナルシニアコンサルタントの出島和弘でございます。MT システムシリーズ4の解説動画を始めさせていただきます。今回の動画は単位空間信号データについて取り上げております。前回シリーズ3の動画において東京の1年間の平均気温の値を取り上げて解析をさせていただきます。今回は2020年と1880年の月別平均気温のデータを見てみようと思います。ここで考える問題は、最近の気温と1880年の気温で変化があるかどうかということでございます。最近の気温といいますと少し基準が曖昧ですので、直近10年間のデータを取ってまいりまして、各月のごとの平均値を計算してみました。ここにあります黄色い部分の上の行が10年間の平均値、下の行が1880年のデータでございます。これをグラフにしたものが右に示してございます。青い実線が最近の10年間の平均値。赤い点線が1880年の値になっておりまして、少し差があるように見えます。この違いを距離化してみようと思います。ということで、また参考として2020年の名古屋の月別気温も取り上げてみます。10年間の平均のデータが白い部分に書いてございます。これが基準になりますので、差異を計算すると当然すべて0になり、距離は0ということになります。黄色い部分が1880年のデータでございます。差異はその下の行に書かれております。これを事乗を取りますと 74.49、ルートを取って 8.63 という値が得られ、これが10年間の平均と1880年の距離ということになります。参考としました名古屋のデータは、一番グレーの部分の下の行にデータが書かれております。事乗を取りますと 20.61 という値になり、ルートをした 4.54 が、距離の値ということになります。ここからどうもですね、1880年の気温というのは、やっぱり最近のものに比べてかなり差が大きいということが言えます。今回用いました2011年から2020年の気温データのような普通条件のデータの集まり、これを比較の基準に用います。これを MT システムで単位空間と呼びます。単位空間は、その普通の集まりの中の小ばらつきを考慮したもので、従いましてメンバーを複数取ってまいります。今回のデータは10年分取りましたので、メンバー数10ということになります。一方、異常の有無を確かめたいデータを信号データと呼びます。今回の例でいきますと、1880年の東京の気温データ、それと2020年の名古屋気温データ、こういったものが該当いたします。信号データの異常の有無に関して単位空間に対する距離を計算して判断を行います。では、いろいろな単位空間信号データの例を取り上げてみます。時系列パターンを考えてみますと、単位空間として正常な生産が行われた日の特性データというものを考えることができます。一方、信号データは不良を多発したそういった日の特性値データということになります。相違点のポイントは、不良の発生時の工程の異常というものを、今の特性値データを用いた距離の計算で検出できるかどうかというところになります。次の例として学校の成績を考えてみます。単位空間は無作為に選んだ子供のデータということになります。信号データは一芸に秀でた子供のデータになります。相違点のポイントは、こうした子供さんの個性の違いを、先ほどご紹介しました距離という考え方で検出できるかどうかというところになります。最後は、今回、ご紹介しました月別平均気温のパターンでございます。単位空間として同条件の1月から12月までの各月平均気温を考えることができます。信号データは時期、地域が大きく異なるデータというものを考えることができます。
相違点のポイントは、こうした距離の計算によって気候変動や地域による違い、こういったものを検知できるかということになります。MT システムの活用に向けた基礎知識として、単位空間と信号の考え方をご紹介いたしました。こうした知識を活用して MT システムは成り立っております。今後の動画をご期待願います。以上で終わります。失礼いたします。